fella stopped me on the street last night. Said everything's alright. Roller coaster, make it through the さて seems a meal ticket is gone, but life goes on. サンフラワー到着したなんだっけ Now you're cooking on high heat. 東横港に到着しました。さあ旅の始まりだ。いい朝日、天気良くてよかったっす。暖かいしね。朝一6時にもう叩き起こされたというか、もう降りてこいっていう感じでバイク置いてたところにもう強制的に集められました。5時半から朝食とってて、もう急いで食べて、それでもちょっとギリギリ間に合ったって感じ。ただいま6時半、これから道後温泉の方に走っていきたいと思います。約1時間20分でちょっと山の間をくねくね抜けながら向かっていきたいと思います。もちろん下道であわよくば道後温泉ちょっと浸からしてもらって、そこからしまなみ海道に向かって爆走していきたいと思います。でその後はサバがおすすめしてくれた47号線だったか海沿いの道を走り、和集山スカイラインを抜けて、グラフゼロっていう私がこの上下セットアップのデニムを買ったお店の工場があるお店、工場兼お店まで走っていきたいと思います。つまり小島まで走っていきます。国道11号線をまっすぐ走ってきまして、小松街道という道に入りました。ちょっと山道っぽくて気持ちよくくねくねできそうな道だったので選んでみました。あと最短距離です。制限速度は50キロ。さあどんな道なんでしょうか。わあツーリングしてるって感じだ。久しぶりだ。もうこの日をね待ち構えておりました。待ちわびておりました。待ち構えてはいない。本当に冬寒すぎてバイクに乗れなくてもう病んでしまうかと思いました。本当にバイクにとっていいシーズンが年に少なすぎる。うわー気持ちいい。とてもいい朝活です。もうちょっと船で私ゆっくりするつもりだったんですけど、早く出てきてよかった。ライダーの皆さん、朝食つけるのあまりおすすめしないかもしれないです。朝食5時半からしか空いてないんですけど、6時にはもう帰港しちゃうんで、着工間に合わないんですよね。私朝一しかも並んだっていうか、時間よりも前に食堂の前行って待ってて、で5分ぐらい遅れてもうみんな準備できてるみたいな状況だったんで、まあご飯はゆっくり食べれてよかったんですけどね。食べないとちょっとやっぱやっていけないので、自分のガソリンも入れておかないと。冬の間ねちょこちょこ走ってはいたんですよ。でも本当に足として1時間ぐらいの距離をずっと走ったりとか移動として使ってたので、こうちゃんと走ったっていうのはいつぶりだろう。フルーツロードかな、紀の川フルーツロードか、あれ走った時以来ですね。あれいつ走ったっけ、11月とかかな。秋で柿しかなってないなって言った記憶あるんで、そうですよね。久しぶりすぎる。そして気持ちよすぎる。車がいない、後ろもいない。うわー、さすがにちょっと久しぶりすぎて運転緊張しましたもん。家出るとき体ガチガチで、うわこんなに走り慣れてないと緊張するもんかと思ってたんですけど、私今全身筋肉痛でただただ体がこわばってただけでした。そんな感じで今日は全身筋肉ツーリングでお送りします。最近引っ越ししまして、家の近くの24時間フィットネスジム
を契約しまして、フリーウェイトもあるような結構ちゃんとした施設で、そこで昨日出発する前にお尻と腹筋を追い込んでから来ました。それが今となってがっつり効いてて筋肉痛になってて嬉しいです。顔が完成しました朝化粧もできなかったんで。温泉入ってきました。むちゃくちゃ温まった。7時とかに行けばそんな人いないかなって思った私がバカでした。むちゃくちゃ人いた。ここら辺に泊まってる人たちが朝風呂として入りに来てましたね。芋洗い状態でした。結局滞在時間もお風呂の中にいたのは15分ぐらいでささっと出てきました。この後のね予定もあるので、でも朝のなんていうんですか、寒さをしのげたのでよしとします。というわけで念願のしまなみ海道を250cc なので高速道路で走ることになるんですが、走っていきたいと思います。いつか原付で細い道を走っていきたいと思っています。道後温泉から10分ぐらい走ったらちょっとした山道に入っていきました。奥道後らしいです。ここは気持ちいいね。天気も良くて恵まれております。ダムだ水流れてなかったけど、ダムの周りいい道がち。風場調べやっぱみんな止まるんやね。いいね道路も綺麗で、ここだけ整備された跡があるな。急にガタガタなった。実は大阪からオレンジフェリーに乗ろうって決めたのは前々日でした。発作です。相変わらず前々日でもシングルのお部屋、私が泊まったところちっちゃいお部屋だったら余裕があったのでサクッと予約しました。バイクと合わせて1万5000円ぐらい。バイクが6000円かな。やべ、くしゃみ出そう。ヘルメットでくしゃみしたら終わる。したくない。イエーイレベルだ気持ちがいいですね。ただいま9時49分。道後温泉から出て50分ぐらい走ってきましたね。それでも50分か。もう1時間なんてあっという間です。よっしゃー。ちょっとマイクがプラプラしててどこ行ったんだかって感じなんですけど、音拾ってる？はい、しまなみ海道入りまーす。風が強い今日。めっちゃ綺麗。すごい。めっちゃ綺麗。瀬戸大橋みたいやなちょっと開けてみよう。ここですね気持ちいい風強い。閉めます
瀬戸田パーキングエリアにてカメラを少し充電させてもらいまして、これから尾道の方にもうダイレクトで高速で向かっていこうと思います。尾道ラーメンを食べよう。食べたい。食べるぞ暖かくなってきました。朝はなんだっけ、温泉の暖かさでなんとかしのいでた感じしましたけども、今は普通に太陽が暖かい。ちょっと暑いぐらいです。あとですね、私のプロテクタージャケットが完成しました。このタイミングで言うのも変ですけど、はい、実はタイでベストを仕入れてプロテクターを入れれるポケットをどうやってつけようかってずっと今まで模索してまして、ポケット作ってくれる最強の助っ人が現れたのでオーダーしておりました。それが完成して、限定なんですけど10着ぐらい、もうちょっとあったかな。 XL サイズと L サイズの2展開で販売します最初に販売するのは多分ですよ、レベルミーティングになると思います。4月中旬に確かあるんですけど、合同レベルミーティング、私それの大阪に行こうかと考えておりまして、主催者のナーニンさんに出店できますかって聞いたら、いいですよって快く言ってくださったので、ブルーノの商品携えてお邪魔したいと思っております。価格はちょっと考えてます。考え中。そのポケットとか、なんか背中に刺繍とか入れていろいろ自分が作りたいようにやってたらコストがかかってしまいまして、初めてこういったアパレルというか商品作ってみたから、まあ失敗っちゃ失敗なんだけど、でも安全性とか考えたらなんかケチってらんないなと思っていろいろ試行錯誤してた結果、コストが上がりお値段設定どうしようか考えております。でも高いからってなんかこうなんだろうな、プロテクターさ、まあ言ったらかっこ悪いやん、しゃあないけど、でもそれを理由につけないっていうのはやっぱ危険だと思うので、プロテクターがあったとしてもまあギリちょっとおしゃれかぐらいのラインを攻めれたのではないかと思ってます。夏とかね、特に T シャツ1枚で走るの危ないからさ、バイク好きな仲間たちが事故で怪我してバイク降りちゃうとかってすごい悲しいじゃないですか。そこをね、なんかこううまくかっこいいプロテクター入れれる服みたいな、半袖でも着れる、半袖あんま良くないけどさ、一番大事な胸を守れるベストを作りたくてタイでずっと奔走してたんです。でタイから帰ってきて半年後、やっとお披露目できるようになりました。私今試しで着てるんですけど、てかタイでね、私ずっと着てたの。実はタイのツーリング自分で自作したそのベストにプロテクター入れて、プロトタイプなんですけど、それでずっとチェンマイとかシンガポールとかも走ってたんですよ。それをやっと量産限定ですけど10個ぐらいですけどできたので、もし気になる方は手に取ってみてください。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。なんか魚介ちょっと任ってから醤油ベースの魚介で背脂が上に浮いてて、なんかさっぱりなんだけどこってりみたいな、なんとも説明しがたい、でもめちゃくちゃ美味しい食べ応えのあるラーメンでした。ただいま1時50分、サバがねおすすめしてくれた県道47号線を走っていきたいと思います。ナイスサバ、こりゃいい。ここ写真撮りたいね。でも入れないようになってるね、パイロンが立てられて。白浜っぽいな、ここらへん。
程よいカーブで楽しい。I want you to make me uncomfortable. はーい、元浜コーヒー焙煎所に行ってまいりました。めっちゃ楽しかった本当にコーヒー一杯だけ飲んでさっと行こうと思ってたんですけど、思ったより店員のおばちゃんたちと話が弾んで、まあまあ行ってしまったとても古民家風のおしゃれなカフェで、コーヒーもむちゃくちゃ美味しくて、ちゃんと焙煎されてる深みのあるコーヒーでした。元気出た。久々に人と喋ったやっぱりね、一人旅もいいですけど、人とこう会話する楽しさもありますよね。旅っちゅうのは誰かと一緒に行くのも楽しいけど、旅先で誰かと出会って話すのも楽しいし、一人で黙々と何も考えずにいたり、何か考えたりするのも楽しかったりするし、本当旅の楽しみ方はいろいろです。で、この後本当は鷲羽山スカイラインを走りたかったんですけど、時間的にちょっと怪しいので、このままグラフゼロの工場の方に向かいたいと思います。いやー、最高です。お店のおばちゃんたちにバイクまたがってもらったんですけど、写真送りますよって言ったらスマホ持ってなくて、ガラケーで受信できないって言われたんで、次印刷して持っていきますって約束しました。また行かないと絶対。お店が日曜日以外だったかな。で3時までやってるので、お昼、それ以降に行くことはあんまりライダーの人はないかもしれないですけど、時間には気をつけて。47号線沿いにあるので、ぜひ立ち寄ってみてください。ちょっと今映るかわかんないんですけど、こっちにめちゃくちゃかっこいい工業地帯が繰り広げられています。ミッドがあるみたいな。映るかな。今鷲羽山の脇を走ってるんですけど、水島の方なのかな、これは。すごい、めっちゃ幻想的。ありがとうございましたまた来まーす失礼しまーすいやー、素敵。行ってよかった。ギリギリ間に合った。5時半閉店です。危ね危ね。しかもこんなギリギリだったんで工場見学までさせてくれておもろかった。ちゃっかり3万円分散財しました。いい一日だった。ただいま5時15分です。買い物早かったな、決断。でもなんかいいなと思うものがパッと見であったので、もうこれは縁だなと思い買いました。対応してくれたお姉さんも優しくて、はい、というわけでホテルルートインどこだっけ帰ります。ホテルにここから1時間もう高速でぶっ放していきます。あ